1992年10月4日、オランダの首都アムステルダム、スキポール空港。離陸直後の LR 航空1862便からの無線で緊張が走ります。LR1862, Mayday, Mayday, we have an emergency. LR1862, Roger, Craig KLM 237, turn left heading 090. Turn left 090, KLM 237. LR1862, do you wish to return to Schiphol? Mayday, Mayday, Mayday. Turn right heading 260, field behind you to the west, distance 18 miles. LR1862, we lost number 3 and number 4 engine. Number 3 and number 4 engine. Roger, 1862. L1862, just to be sure, your engines number 3 and 4 are out? Number 3 and 4 are out and we have problems with our flaps. L1862 can daily send 1,500 feet, 1,500. 1,500 and we have a controlling problem. You have controlling problems as well, what you think? תרים את כל הפלפס. את כל הפלפס תרים. תוריד את הגיר. Going down, 1862, going down, going down. この無線の直後、機体は滑走路手前の高層マンションへ墜落しました。今回は LR 航空1862便墜落事故を事故調査レポートをもとに解説します。1992年10月4日19時20分、オランダの首都アムステルダム、スキポール空港。LR 航空1862便が滑走路01レフトから離陸しました。LR 航空はイスラエルのフラッグキャリア、代表的な航空会社で、ヨーロッパを中心にアメリカ、アジアにも運航しています。イスラエルという地政学的な要因からテロに対しての対策が非常に厳重で、渡航目的などを確認する面接や全ての手荷物の開封をするなどして、搭乗には3時間を要したり、拳銃を携帯した私服警備員が搭乗するなど、ユニークな航空会社としても知られています。1862便はアメリカのニューヨークからイスラエルのテルアビブへ向かう貨物便で、途中クルーの交代と貨物の積み下ろしのためオランダのアムステルダムを経由していました。使用機材は貨物機使用のボーイング747の200型機。15時40分に別のクルーによってアムステルダムへ到着し、3時間半後に出発しました。離陸時の搭乗者は機長、副操縦士、航空機関士、乗客が各1名ずつ計4名でした。この便の機長は59歳、総飛行時間は25000時間とベテランで、ボーイング747の飛行時間は9500時間でした。副操縦士は32歳、総飛行時間は4300時間、そのうち600時間がボーイング747の飛行時間でした。操縦を副操縦士が、それ以外を機長が担当する分担となっていました。離陸から7分後、高度 2000m に達した時、フライトデータレコーダーに3番エンジン、4番エンジンの故障が記録されています。この時、3番エンジンとそのエンジンを吊り下げているパイロンが機体から分離。3番エンジンが右の主翼に衝突しました。航空機のエンジンには番号が付けられており、左から順に1番と数えます。ボーイング747は4つのエンジンがついているため、1番から4番のエンジンがあり、左の主翼の外側が1番、内側が2番、右の主翼の内側が3番、外側が4番となっています。後に1862便は管制官へ3番エンジンの故障を報告しますが、これは右の主翼、内側のエンジンの故障を意味しています。右の主翼に衝突した3番エンジンはさらに4番エンジンへ衝突。4番エンジンとパイロンが離脱する原因となりました。事態に気づいたクルーは緊急事態を宣言し、スキポール空港へ戻ろうとします。LR1862, Mayday, Mayday, we have an emergency. LR1862, Roger, Craig KLM 237, turn left heading 090. Turn left 090, KLM 237. LR1862, do you wish to return to Schiphol? Mayday, Mayday, Mayday.
そして右旋回を開始するとともに燃料投棄を始めました。航空機には機体ごとに離陸できる最大の重量と着陸できる最大の重量が決められています。これは着陸装置が損傷しないように決められているもので、一般的な旅客機は離陸できる重量よりも着陸できる重量の方が軽い規定となっています。最大離陸重量と最大着陸重量が同じ航空機もありますが、重い重量で安全に着陸するためには着陸装置を強化しなければなりません。着陸装置の強化はすなわち重量が増えることを意味し、搭載量が減ったりメンテナンス費用が高くなるなどコストの観点から悪影響を及ぼします。そのため旅客機は燃料を消費した後に着陸することを想定し、着陸装置を適度な強度で設計、着陸の最大重量を抑えることで強度とコストのバランスをとっています。しかし1856便は離陸した直後であり、搭載した燃料をほぼ消費していない状況でした。このまま着陸すると着陸装置が破損するだけでなく、その影響で着陸が失敗する可能性があり、燃料の投棄を開始したと思われます。燃料の投棄は地上への影響を抑えるために海の上や一定以上の高度で行われることが一般的で、その際には管制官へ許可を求めたり報告するなど何らかの連絡をしますが、無線にはその記録がありません。このことからもクルーは着陸までに一刻の猶予もない事態が起こったと判断したことがうかがえます。事故の8分前、クルーは3番エンジンの火災、続けて3番と4番エンジンの推力が失われたことを管制官へ報告しました。 Roger, we have fire on engine number 3. We have fire on engine number 3. Roger, heading 270 for downwind. 270 downwind. Hello, 1862. We lost number 3 and number 4 engine. Number 3 and number 4 engine. Roger, 1862. この時、地上の目撃者は爆発音を聞いており、一時的に右の翼に火がつき黒い煙を出し、部品が落下するのを目撃しています。合わせて左右それぞれの翼端から蒸気が出ているのも目撃され、これは燃料を投棄していることを示しています。事故の7分前、滑走路06が使用されているのにもかかわらず、1862便は滑走路27への着陸を要求しました。 What will be the runway in use for me, Amsterdam? Runway 06 in use, surface wind 040 21 knots, QNH 1012. 1012. We request 27 for landing. Roger, can you call approach now 1212 for your lineup? 1212, bye bye. この時風は040から11メートルとなっており、27を使うと追い風になります。追い風の状態で離着陸をすると地上の滑走距離が伸びるため、航空機の離着陸にあたっては向かい風になるように滑走路が運用されています。しかしクルーは使用している滑走路と逆の滑走路への着陸を要求しました。この時点の風の情報から計算すると追い風成分は7メートルになります。追い風成分が8メートルを超えると離着陸を中止する航空会社もあり、余裕がある状況ではありません。さらに操縦系統に不安がある中で追い風での着陸を決断せざるを得なかった状況からも、クルーはかなり危険な状況と判断したことがうかがえます。実際にこの後もクルーは管制官へ風の情報を要求し、また管制官も適宜風の情報を提供しており、両者とも風の変化を警戒している様子でした。事故の6分前、無線の周波数をスキポールアライバルに切り替えたタイミングで1862便は空港から13キロ、高度1500メートルの位置にあり、直接空港へ向かうと降下が間に合わない状況でした。そのため十分に降下できる距離を稼ぐため旋回を始めました。事故の5分前、クルーからフラップにも問題があると報告がありました。Number 3 and 4 are out and we have problems with our flaps. Problem with the flaps. Roger. 管制官から滑走路の延長線上に到達できるように右旋回の指示が出ます。しかし進路が変わるのに時間がかかり、滑走路の延長線上を越えるため管制官は新しい方位と500メートルへ降下を指示しました。事故の1分前、クルーは操縦系統に問題があることを報告しました。Hello, 1862.
you can descend 1,500 feet, 1,500. 1,500, then we have a controlling problem. You have controlling problems as well. What youその30秒後、1862便が墜落しているという報告とともに、失速を警告するスティックシェーカーと地上へ接近している警報装置が作動している音が無線で伝えられました。תרים את כל הפלפס. את כל הפלפס תרים. תוריד את הגיר. Going down, 1862, going down. スキポール空港から東に約 13km、アムステルダム郊外の高層マンションへ墜落。2棟の高層マンションの連結部分へ激突する形で墜落しました。墜落後、間もなく消火と救助活動が開始されましたが、乗員乗客4名と地上にいた43名、計47名が亡くなる大惨事となりました。この事故はなぜ起きたのでしょうか。事故後、オランダ事故調査局により調査が開始されました。1862便が離陸した時刻は有視界飛行をしている航空機もあり、悪天候の影響は可能性から排除されました。またクルーはイスラエル航空局および LR 航空の要件を満たしており、機体も LR 航空とボーイング社の整備手順に基づいて点検・整備されていました。調査委員会は、事故の直接的な原因は第3エンジンを支えているパイロンが飛行中に主翼から分離したことにあると判断。この分離の原因究明と以降の操縦不能に至る過程についてさらに調査が進められました。まずは高度 2000m で3番エンジンのパイロンが破損。それによって3番エンジンとそのパイロンが右の主翼から分離しました。続いて3番エンジンが4番エンジンに衝突し、4番エンジンとそのパイロンが右の主翼から分離しました。分離したエンジンが主翼に衝突すると飛行の継続に支障をきたす恐れがあるため、ボーイング747のエンジンやパイロンは角の負荷がかかった場合、エンジンを主翼に固定しているヒューズピンと呼ばれる部品が破断し、主翼を損傷することなくエンジンが機体から落下する設計になっていました。この設計はボーイング707から実に20年以上も用いられていましたが、当時のヒューズピンの形状だと負荷が高い部分と低い部分ができる点が見過ごされていました。それにより長時間使用すると金属疲労により負荷の高い部分に亀裂が起こることがありました。また事故当時使用されていたヒューズピンは腐食する可能性があり、腐食があると亀裂を助長する形となりました。実際、事故前にもボーイング747のヒューズピンに亀裂が見つかった報告が複数あり、日本航空も偶然この亀裂を発見。保有している機体を点検したところ、他の機体でも亀裂が見つかり、亀裂のあったヒューズピンを全て交換しています。ボーイング747のヒューズピンは各エンジンに4本ずつ装着されていましたが、1862便は3番エンジンのヒューズピンのうち1本が金属疲労により破断。それにより3本でエンジンを支える形になりましたが、不安定になり振動が発生。残っていた3本に過度な負荷がかかる状態になり、それぞれ異なったタイミングで破断。設計通りに破断しなかったことで、分離した3番エンジンやそのパイロンが4番エンジンや主翼に衝突する結果となりました。当初は速度が出ていたため、破損した右の主翼でも揚力を生み出しており、飛行ができる状態でした。しかし速度が下がってくると右の主翼が揚力を生み出せず、極めて不安定な状態に陥りました。またエンジンが衝突した結果、油圧システムが故障し、フラップが使用できなくなりました。さらにボーイング747のコックピットからエンジンを確認することは難しく、クルーはエンジンがなくなっており、かつ主翼自体も破損している状態に気づいていなかった可能性があります。これらの状況から安全な着陸は非常に困難なものとなっていました。また調査レポートでは、
管制官の対応にも言及しており、時折標準ではない用語を使用し、緊急時で負荷が高まっているクルーへさらに負担を増やす結果になっていたこと、滑走路への誘導で市街地上空を飛行させ、地上へのリスクが高まる結果になっていたことを指摘しています。航空機が航空局の認証を受けていたとしても、あくまでも決められたシナリオ上での安全性が担保されているものです。一方、1862便の墜落に限らず、事故は複数の要因が組み合わさることがあり、想定を超えることもあります。過去の犠牲の上で、今日の安全な航空システムが構築されていると考えると、筆舌に尽くしがたいものです。LR1862 便墜落事故、いかがだったでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。